して急ぐ君の目に焼き付いて離れない終わりなく続く歌思いさえ超えてゆく君の前に映るように胸の奥開けたまま団長、一体何する気だろう。私たち盗賊、物盗むに決まってるね。どこ狙うと思う？きっとゲームで。世界一危険なゲームらしいね。興味あるよ。でも所詮ゲームでしょ。まあ、何を取るか行けばわかるよ。全部だ。アンダーグラウンドオークションのお宝丸ごとかっさら。本気かよ団長。世の中の筋もん全部敵に回すことになるんだぜ。怖いのか？嬉しいんだよ。命してくれ団長。俺が許す。殺せ。うわあさあいらっしゃい。条件競売が始まるよ。競売品はこちら。300万相当のダイヤ鑑定書付き。落札条件は腕相撲。最初にこの少年に勝った者に贈られます。参加費用はたったの1万ジェニーだ。それではオークションスタート。はい、押さないで並んで。聞こえますか？お手上げです。皆さんちょっとタンマね。すぐに始めますから。ゴン、切るわ。飯で。長丁場になりそうだから飯はちゃんと食っとかないとな。ただし5分で済ませろ。いいなゴン。あ、250人抜きで250万ジェニーの儲けか。上出来だな。でも89億まであと88万9750勝。先は長いぜ。ゴンならできる。こいつは不可能を可能にする男だ。問題は時間だろ。金が貯まった頃にはとっくにオークション終わってんよ。ヤさんの集会かなあ、もうじきオークションが始まるんだろう。一般人には縁のない地下の方もな。そっちはマフィアが仕切ってるらしいから、当然客もその筋が多くなるってわけだ。事情通っぽいじゃんレオリオ。まあな、下調べもなしに来てるチミたちとは違うんよ。つまり夜のこの街はそんな連中が跋扈する最高にヤバいところなんさ。おいまだかよ。早く始めろ。こっちもそろそろヤバいぜ。さて始めるか。さあ条件競売再開。オークションスタート。今は暴れ、いや泣き疲れて寝てますが、起きた時にはどうなるか分かりませんよ。もちろんお嬢様が望んでいるアイテムは必ず入手しますが、今回のお嬢様の目的は自分でお宝を競り落とすことですから、目覚めて競売に参加できなかったことを知ったらどれだけ失望することか。分かった。俺も予定を繰り上げてそちらに向かう。とにかくまず最初のアイテム、王女のミイラを確実に手に入れてネオンの機嫌を取っておけ。はっ。俺だ。様子はどうだ？異常なし。外からは異常なし。了解。何かあったら連絡を入れる。しかし徹底してるわね。コミュニティ専属の警備員以外は会場の半径500メートル以内に近づくこともできないってのは。そうしないとあの周り中がこわもてだらけになってしまうからだろう。ここで悪事が行われますよと宣伝するようなものだからな。まあね。一つ聞いていいかしら。ああ。火の目って
あなたにとって何？聞いてどうする？別にどうもしないけど、好奇心よ。スライドでその画面見せられた時のあなたの心音凄まじかったから、底知れぬ深い怒り、そんな感じの旋律。嘘は通用しそうにないな。私はクルタ族だ。我々の瞳は普段は壁眼だが、興奮すると赤みを増す。そこで悟られぬように黒のコンタクトを入れた。同胞の奪われた目を探すため、それがこの仕事を選んだ理由だ。仲間のもとへどんなことをしても取り返す。ダルツォルネに報告するか？やめとくわ。殺されたくないもの。それまでわかるのか？心音は正直よ。告白を始めた時から穏やかでいながら、反面とても冷たい音を奏で出した。それは自分の意志に準ずる人の覚悟の旋律なのよ。話すなら恨みはないが仕方ないって音してた。あなたはなぜこの仕事に？聞いてどうするの？何も、ただの好奇心だ。話してもいいけど、デタラメ言うかもよ。目を見て判断する。私もプロのハンターよ。ミュージックハンターというところかしら。ある楽譜を探しているの。嘘はついていないが、肝心なことは隠すつもりの目だな。まあ当たったことにしておいてあげる。私が探しているのは闇のソナタ。魔王が作曲したとされる独奏曲よ。ピアノ、バイオリン、フルート、ハープのための4つがあって、人間が演奏したり聴いたりすると恐ろしい災いが降りかかるとされているものなの。階段の類ではないのか。そんなものが実存するとは考えにくいが。私が聞いたのはフルートの曲だった。たった1小節聞いただけでこうなったの。私の昔の写真見せようか？演奏した友人は死んだわ。全身がこうなって。その人も知人から絶対に吹かないとの条件で1楽章だけ教えてもらったらしいけど、その日私たちは酔って浮かれてたの。私は体を病んだ代償にこの能力を得た。でも元の体に戻りたい。何に変えても。私たちのような人をこれ以上増やしたくないの。だから見つけ出して消す。この世から。この仕事を選んだのは、蛇の道は蛇に聞くのが一番早いと思ったから。あなたと同じにね。仕事に戻りましょう。地下競売が始まるわ。なんだ来た！すげえメンツだぜ。ほとんど組の幹部以上。ボスが自ら来てるところもある。意外だわ。何がだ？たかが競売でしょ。別に代理を頼めばいいじゃない。ここはメンツ争いの場でもあるのさ。高く落札すればその価格の 5% が手数料としてコミュニティに支払われる。ま、いわば上納金になるわけだな。自分たちの経済力を示せるのとともに、全国のマフィアに名を売り株を上げる絶好のチャンスってことさ。そのせいで散々競ってあげく高額で落札しちまって破産した組もあるって話も聞くほどだ。へえ、うちのボスも案外やばいんじゃないの。金に糸目はつけないって話だし。どういうことだ？どうしたイワレンコフ？ロッドフェリー、トリンク、レミ、エチオ。
それにその系列の国が全く姿を見せていない。何？そこいらは競売の常連だろうが。そうだ。それにその4つの組に共通するのは昨日のボスの占いの顧客だってことだ。なるほど。例の垂れ込みの正体はボスの占いってことか。これはかなりヤバいかもな。私たちは誰がいつどこからどんな方法で襲ってきても任務を果たす。ただそれだけを考えていればいいのよ。何もかもが値上がりする地下室、そこがあなたの寝床となってしまう。上がっていない階段を降りてはいけない。他人と数字を競ってもいけない。皆様、ようこそお集まりいただきました。それでは堅苦しい挨拶は抜きにいたしますので、さっさとくたばるがいいね。俺の背後に伏せろ。風船巨子、俺をガードせよ。イレブンブラックチルドレン。念願こいつの放出系。俺のガードを貫通し、さらに俺への致命傷を。機関銃のたかが一発一発がなんて威力。トシロ、早く外に非常事態を。ボスの占いはよく当たるぜ。キャキャリーダーに連絡を。あっけねえあっけねえ。私の出番全然なかったね。行くよ、デメちゃん。この部屋中の散乱した死体および死人の所持品すべてを吸い取れ。ついでに椅子も。まだ息のあるやつがいるよ。てめえら何者だ。まあいい、誰であろうと皆殺しだ。コミュニティが必ずてめえらとその家族残らずいたぶり、恥ずかしめ地獄の苦しみを味わわせて。家族？何それ。何かあった。入り口付近に車が集まってきている。銃を持ってる。リーダーに連絡を。よし、至急お前たちはビルへ向かえ。リンセンたちには俺から指示する。行こう。一っ子一人いいね。そうです。警備も客も誰それです。もちろん調べました。どうやら会場にいた人間全てが消えたらしい。他の組の見張りも集まりだして収拾がつかなくなりつつある。トチーノたちなら何かしら痕跡を残すはずだ。探せるか。やってみる。頼む。これはレーゼンのだわ。そうか。あいつらほどの使い手がおとなしく捕まるとは考えにくい。全員殺されたと考えるのが自然だ。コミュニティ側の出方が分かるまでその場で待機せよ。追って指示する。
今日の競売品全部盗まれてる。一体どこへ消えやがった。屋上からしか考えられねえ。わかりました。おい、ヨークシンに来ている全組織に情報を流せ。不審な飛行船を見つけたらつけてさらえ。首謀者は必ず生かして連れてこい。捕まえた組織にはコミュニティから莫大な褒美を出すと言え。そうか、やはり占いの通りになったか。残った部下では心もとないが、他の組に遅れを取ってはならん。競売品のミイラも取り返さねばならんしな。ネオンの護衛を緩めずに犯人探しに全力を挙げろ。はい。クラピカ、戦慄。俺とリンセンはボスの護衛を続ける。お前たちは中央広場沿いの立体交差でスクワラたちと合流し、犯人の捜索に当たるんだ。ベーゼたち本当に信じたくはないが、おそらく。だが今は分かっているわ。事前に垂れ込みがあったにもかかわらず歯が立たないほどの相手。強力な念能力使いでマフィア相手にこんな大胆な盗みをやってのける連中。私にはそんなことをする奴らは一つしか考えられない。雲だ。奴らがこの町にいる。ちんたら走ってんじゃねえ。乗れ。品物がない。ああ、金庫の中には何一つ入ってなかった。唯一事情を知ってた進行役オークショニアによると、一度金庫に入れた品を数時間前にまたどこかへ移したらしい。まるであらかじめこういう事態が起こることを知ってたみたいに。ほう。あまりにタイミングが良すぎる。ユダがいるのか、俺たちの中に。いないよ、そんなやつは。それに俺の考えじゃユダは裏切り者じゃない。ちなみにユダは銀30枚でキリストを売ったとされてるが、俺たちの中の裏切り者はいくらで俺たちをマフィアに売る。メリットを考えろ。マフィアに俺たちを売ってそいつは何を得るんだ。金か名誉か地位か。それで満足したと思えるようなやつが俺たちの中に本当にいるのか。そんなやつはいねえか。だろ。それともう一つ解せない点がある。密告者がいたと仮定するとあまりに対応が中途半端だ。永久首の雲が競売品を狙いに来るって情報が本当に入っていたら、もう少し厳重に警備しててもいいんじゃないか。お前たちの話を総合するとマフィアの対応は妙な垂れ込みがあったのでいつもより少し警戒するか程度のものだ。さらにおかしなことに競売品を移したことは客はおろか警備側にも知らされていなかったらしい事実。そこでだ、俺の結論を言うと、情報提供者はいるがその内容は具体的ではない。にもかかわらずそれを信用している人物がマフィアンコミュニティの上層部にいる。よくわからねえな。どんな情報が誰から誰へ伝わってるかがよ。で、俺たちはどうすればいい？競売品をどこに移したかは聞いたか？ああ、だがオークショニアは死ぬまで知らないの一点張りだったぜ。フェイタンが体に聞いたから、まず本当だ。彼が今日一番気の毒だったね。移動場所を知ってる奴の情報は聞き出した。陰獣とかいう奴らの一人らしい。十郎党のそれぞれの長が組織最強の武闘派を持ち寄って結成した自慢の実行部隊だそうだ。十郎党って何？ねえ、何？地下競売を仕切ってるマフィアンコミュニティの元締めのことで、6大陸10地区を縄張りにしてる大組織の長たちさ。10人いるから通称十郎党と呼ばれるんだ。こいつらがこの時期だけ一箇所に集まり、話し合いによって様々な指示を出すそうだ。じゃあそれを実行するのがその陰獣なんだね。ならばその陰獣が警備に参加してなかったことから見ても、俺たちの介入は知らなかったと考えていいだろう。そうだな。言われりゃ確かに警備は呆れるほどお粗末だった。で、競売品の移動手段には何を使った？なあ、それがよ、陰獣のメンバーがたった一人で来たそうだぜ。25平方メートルくらいの金庫にぎっしりとその日の競売品が置いてあったらしいが、
手ぶらでその金庫に入って手ぶらで出て行ったってよ。もちろん金庫は空っぽ。フクロウと名乗る大柄の男だ。雫と同じタイプの念能力者か。おそらくな。向こうも500人近い客が消えたことで気づいたはずだ。敵は同じく念能力者だと。はい、残念。次の人。組織最強の実行部隊陰獣が久々にゾクゾクしてきやがったぜ。戦ってもいいよ。もちろんだ。追って相手に適当に暴れてやるよ。そうすれば奴らの方から姿を現す。雲、奴らが目の前にいる。次回ハンターハンター旅団陰獣コミュニティチェーンジェイル。